こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。12月11日木曜日、時刻は昼の2時を回りました。今日もすごいいい天気ですね。雲一つない晴天日和です。今日話すテーマなんですが、ワークフローを見直す、こういったテーマを交えて話したいと思います。すべて僕個人の主観と見解に基づいて話す内容となりますので、そういう考えもあるんだなっていうぐらいの気軽な気持ちで聞いていただけると幸いです。それではよろしくお願いします。ここで話すワークフローというのは、ご覧の通り僕は現在もこうやって YouTube を続けていまして、動画撮影と編集に関わる件について話す内容となります。この YouTube 以外にもノートをやってまして、ノートは基本的に文章をメインに、それまで経験してきたことや今考えていることをメインに文章と写真を交えて発信を続けています。ノートもそうですし YouTube もそうだけれど、これらのコンテンツを手掛ける上での編集作業および文章を書く時の工程といいますか、それらのワークフローについて定期的に見直す必要があるなっていうふうに考えてはいるんですよね。YouTube に関してなんですけれども、最近はこうやってカメラを置いて屋外での定点撮影をメインに話をするっていう感じで撮ることが多いんですよ。いろいろ試してきた中でこのやり方がちょうどいいというか、で今使ってるカメラに関してはソニーのミラーレスカメラを使ってるんですよ。でそのカメラの撮影時における設定を一部変更したり、その時の気分に合わせて色味を変えたり、いろいろ試しているわけですよ。最近の動画はログ撮影で撮ることが多かったんですよね。ソニーのカメラを使って動画撮影を行う時の設定なんですけれども、これまでは PP9 っていう名前のログ撮影の設定に切り替えて、で後からカラーグレーディングを行ったりとかして、それで編集を行うことが多かったんですよ。いろいろ試してみたかったというか、普段自分が今こうして住んでいる街の景色、見慣れた景色であっても、その時使用するカメラの一部設定を変えることによって見え方が大きく変わったりするんですよね。そういうのもあって、いろいろ試してみたいというか、小さな変化を交えて、それで動画撮影と編集を続けてきたんですよね。こうして撮影した動画の編集作業というのは基本的にファイナルカットプロを使っていて、ファイナルカットプロはアップルが提供している編集ソフトなんですけれども、当然アップルが提供しているわけで、僕が今使っているパソコンが MacBook なんで相性がいいんですよね。動作もサクサクと滑らかに、動くと言いますか、他の編集ソフトをいろいろ使って試してみたんですけれども、個人的にはファイナルカットプロの方が使いやすいなっていう風に感じてますね。自分の場合はあくまでも個人で、クリエイティブな活動を続けているわけですので、制作環境のミニマル化、もしくは編集作業における時間とやり取りも含めて、もう少し時間を短縮できないかなっていろいろ工夫してるんですよね。最初始めた時はテロップをたくさん入れたり、エフェクトをがっつりかけて編集して、それからアップロードするっていう流れでやってたんですけれども、最近はよりシンプルで、かつより手っ取り早く、なるべく少ない容量で、より軽い動作で、編集作業を進めることはできないかなって、なんとなく、内心そんな風に考えてたんですよね。ワークフローをもう少し軽くしたいというか、いろいろ詰め込むと編集ソフトの動きがだんだんと重たくなってくるんですよね。これ動画撮影を経験したことのある方だったら多分わかると思うんですけれど、4K の
60フレームとか120フレームとかがあるじゃないですか。でそれ以外にもなんか SD カードの容量を大きく必要とする、そういう設定で撮り続けると、当然編集ソフトに取り込んでそこから作業をする時の編集ソフトの動きがなんだろう、重たくなるんですよね。滑らかに動かないというか、カクカクするというか、まあそれについては編集ソフトの設定次第でどうにか対処することはまあできるっちゃできるんですけれど、またそれをすればするほど余計なデータ量が増えていろいろと面倒なことになるんですよね。どう言えばいいかな、プロキシファイルっていうなんか別の軽いデータを事前に作成して、でそこから編集作業を進める。そうすることで少し軽くなるような、まあなんかそういうやり方があるんですよね。編集ソフトを使ってる方ならまあなんとなくわかるかもしれませんが、なんかそういうのもできればあまりやりたくないんですよね。撮影する時の容量をもうちょっと減らしたいっていうのと、なるべく少ないデータと少ない編集作業、少ない労力で更新頻度を上げる、それが割と大切だと思うんですよね。継続していく上ではいかに無駄な要素を減らして不要な部分を削ぎ落として、で本当に必要なものだけを取り入れる。でその上で自分自身が手掛けるクリエイティブな活動というか、まあそういう創作活動をより良いものに仕上げていくこと、それが大切だと思ってて、でいろいろ試してみた中で、まあ一部設定を見直しつつ、動画撮影時における設定を一部変更して容量をちょっとだけ下げたりとかして、まあ、それで今に至るんですよね。最初動画を撮っていた時は30フレームとか60フレームの設定で撮ることが多かったんですけれど、もう今では24フレームっていう映画でよく使われているフレーム数で撮影することが多いですね。僕も割と24フレームならではのなんていうんですかね、映画特有のノスタルジックな感じというか、ちょっとカクカクとした感じ、滑らかすぎない映像感がなんかいいなって思うんですよ。まあこれは好みの問題ですけれど、映像の動きおよび自分自身が何かを撮影してて、でその時目にしたものを映すとなった際は、まあ極端に滑らかすぎる映像よりかは昔ながらの、もしくは映画でよく使われている設定に合わせて撮影するのがまあ割と好きなんですよね。まあそれで今に至るっていう感じではあります。すいません、ちょっと話がずれてしまって、申し訳ないんですけれど、本題に戻ります。こうして YouTube を続けていくうちにいろいろと気づくことや学ぶことがたくさんありまして、基本的に独学でやってきたんですよね。最初編集ソフトの使い方はよくわからないところから始めてはいたんですが、まあいろいろやっていく中で、ここはこうやって進めるんだな、ここはこういうふうに対処すればいいんだとか、いろいろ学ぶことはたくさんありまして、で今とあっては YouTube で検索すれば使い方や実際の操作の仕方について解説している人も中にはいますので、なんというかそういう解説動画、チュートリアル動画といいますか、そういうものについては検索すればいくらでも出てくるんですよ。それが同じ日本人の方が配信している動画もあれば、海外の方が提供している動画もありますんで、そういうものを見て学んで、実際に試してみて、そうやって少しずつスキルを身につけていくんじゃないかなって、なんとなく僕はそう思います。いずれにせよ実践を交えないと人って何も学ばないし、何も身につかないんで、何事もやってみることがすごく大切だなっていうふうに僕はそう思います。もう一度話を戻したいんですけれど、ワークフローについてはまあなんだろうね、いろいろやっていく中で一度撮影して編集し終えた動画をどう保管するか、どうやって管理していくか、それについても考えてはいたんですが、最近はもうほとんど消してますね。
直近で撮影した動画というのはアップロードして1週間か10日もしくはそれ以上経った後はほとんど見返すことがないんで全部消してますね。元のデータもそうですし、編集し終えた動画もしくは完了したばかりの動画に関してはほとんど、削除してますね。動画のデータって保存すればするほどどんどん埋まっていくんですよね。今使ってる MacBook の SSD 内蔵ストレージの容量が圧迫してしまう恐れがあるんで、それをなくす上ではやっぱり定期的に今パソコンの中に入っている写真や動画のデータを整理するというか、必要ないものを消していく、そういう作業を定期的に行っていかないとあっという間に埋まってしまいます。で、人によっては外付けの SSD に保存したり、またはクラウドストレージありますよね。 Google フォトや Google ドライブ、またはそれ以外に iCloud とかいろんな提供元があって、で最近のクラウドストレージって確か月額制もしくは年間プランってのがあるじゃないですか。払い続けることによって自分の写真や動画それ以外の大切なデータをクラウド上で保存するっていうやり方があるんですけれど、僕クラウドストレージってあんまり好きじゃないんですよね。って言っても一時期はよく Google フォトの無制限プランを使ってたんですよ。それが2021年の5月頃で、それまで無限に保存することのできたプランがなくなりまして、でその後は確か 5GB まで無料だけれど、それ以上使う場合は有料でいくらか払えばまた同じように無制限で保存できるっていう課金制で始まったんですよね。ほとんどなんかクラウドストレージ以外に映像配信とかそういうのも含めて、サブスク型のものが増えてはいると思うんですが、できればあまりそういうのは入りたくないですし、固定費を増やさないこと、毎月の支出を見直す上ではやはりそのクラウドストレージにかけるお金もそうですし、Netflix や Amazon プライムとかそういうサブスク型のサービスは全く使ってないんでね、ノーサブスクというかそういう娯楽系のものは基本的に入らないようにしてて、そんな感じで別にそこまでして高いお金を払って、高いお金っていうか毎月支払い続けてまで自分が撮り続けた写真や動画のデータを残す必要はあるんだろうかって、なんかそんな風に思ったんですよ。そんなに払ってまで残さないといけないのか、そこまでして保存する価値があるのか、それは自分自身いろいろ試していろいろやってきて、その上で内心思ったことがあるんですけれども、別にそこまで無理して大量のデータを残さなくてもいいんじゃないかなと思ってね、本当に必要な部分だけ、ほんのわずかなものだけ残しつつ、それ以外のもの、例えば7割か8割近くのものは潔く手放す。手放すことがすごく大切だと思うんですよね。何でもかんでも詰め込むよりかは本当に必要なものだけを手元に置く、それ以外のものは潔く処分するというか、削ぎ落とすこと、そうすることで余白が生まれるんですよ。でそういう風にして対処していけば、今持ってるパソコンの内蔵ストレージも十分に空きが空くわけですし、確か 1TB の SSD でやってるんですが、今のところ確か650か700ギガぐらいは確か空いてますね。全体の2割か3割程度しか使ってはいないんで、自分の場合は特に外付けの SSD、別にそんな使わなくても大丈夫かなって思いますね。一応家にサンディスクっていうメーカーの外付けの SSD が1台あるんですけれども、もうそれは本当何かあった時のバックアップとして手元に置いてあるだけで、そんな頻繁には使ってないんですよね。たまに取り込む、そういう時もある
でしょうけれど、最近あんま使ってないですね。使うたびにケーブルつないでこうやる作業がなんだか面倒っちゃ面倒にして、もう一つは今後新たにパソコンを買い替えるってなった時は、現時点で使っている MacBook のデータは一回全部まっさらな状態にして、で新たに一から編集ソフトを再ダウンロードしたり、それ以外にまっさらな状態で新しい状態にしておくこと、それがすごいスッキリするんですよね。以前古い MacBook Air を使っていた頃、その中に入ってあるデータは後の M2 チップの MacBook Air、今使ってるやつなんですけれど、今使ってるものに丸ごとデータを移すっていう作業はしなかったんですよね。なんでかっていうと、すごい時間がかかるし、別にそこまでして引き継ぎをする、データの引き継ぎ作業をする必要ってあるんだろうかって、内心そう思ったんですよね。もっと少ない容量と少ない手間で、自分が表現したいもの、自分が作り上げたいものを作り続けていく、自分自身の個人制作というか、創作活動というかクリエイティブなことをいかにして、継続し続けるか、少ない容量と少ない労力で、今後も続けていく、それを行うにはどう対処すればいいか、それも含めてやはりワークフローを見直すこと、自分の撮影と編集作業における一連のルーティーンを見直す必要があるなと思って、でそれで最近はちょっといろいろ試していく中で、ここは必要だけれどここは別にいらない、もうこれは自分にとって必要のない機能だから別に付け足す必要がないっていう感じで、そうやって取捨選択をはっきりとすること、必要なものとそうでないものを切り分けること、自分のフィルターを通して必要なものを取り入れるっていう風にしてやっていけばやりやすくなっていくんじゃないかなって、なんとなくね、僕はそう思います。というわけで、いろいろ動画撮影や編集作業、もしくはノートにおける文章を書く作業についてもそうですけれど、いかに無駄な作業を減らしていくか、無駄な工程を取り除いて本当に必要な部分だけを取り入れていくか、それが割と大切だなと思ってて、多分動画編集、特に動画編集をやってる方ならわかると思うんですが、一本の動画を作るのに結構時間がかかると思うんですよね。そういうのをやっていく中で、こんなに時間かかるんだ、こんなに手間がかかるんだっていう風に感じる人いると思うんですが、ちょっとその編集作業における一連のワークフローというか、その作業は本当に必要なのかっていう風に一度見直してみることが大切なんじゃないんですかね。あくまでも僕個人の意見ですので、別に自分の話す内容が自分の言ってることが正しいとは全く思ってないですし、僕にとってはこれが最適解かもしれないけれど、他の方にとっては全然そうは思わない。それぐらい人によってね、考え方や優先順位ってのは人それぞれですので全然違うと思うんですよ。あくまでもこれは僕個人の意見といいますか、パーソナルな部分を前面に出してるだけですので、話半分で聞いていただければ幸いです。はい、というわけでそろそろ時間ですので、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。これね、コールマンっていうメーカーのボディバッグというか斜め掛けのカバンなんですけれど、これがめっちゃ便利なんですよね。今使っているこのソニーの α7-4 もこのカバンの中に入れてます。このカバンのこの大きさに入るぐらいのサイズがちょうどいいんですよね。その辺考えると、今使っているカメラとレンズがこれ以上大きくなってしまうと、このカバンの中にすら収納することができないんで、いずれにせよ撮影機材を選ぶのは大変っちゃ大変ではありますね。でもいろいろ試してみた結果、今の
セットアップで落ち着いているっていう感じですかね。最後のあたりはちょっとした余談を話してみたんですけれども、いかがだったでしょうか。というわけで終わりにします。ありがとうございました。さよなら。